皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストはきっと日本語を勉強している皆さんにとってすごく役に立つお話というか大切なお話です。で、それが何かというと、オノマトペについてお話ししていきます。皆さん、オノマトペ好きですか？きっとね、オノマトペで大変な思いをしている方、すっごく多いと思うんですね。で、日本人の私からしても、オノマトペって本当にたくさんあるなって思うことが多くて、しかも似ているオノマトペ、なんか発音が似ているオノマトペもあったり、意味が似ているオノマトペもあったり、そういう風にとにかくオノマトペが多いんですね。きっとね、皆さんオノマトペ自体が何かっていうのは知ってると思うんですけど、例えばキラキラとかワクワクとかもちもちとか、そういう風に感情とか何か見えるものとか、あとは食感、食べた時のテクスチャーとか、何か触った時のテクスチャーとか、そういうものを表すために使われるものなんですけど、これは日本語を勉強する上ですっごく難しいことの一つなんですけど、でも日本人からすると、これは正直日本語を勉強する上ですっごく大切なものの一つでもあるんですね。正直日本人と話すってなったら、オノマトペは避けては通れないものなんじゃないかなって思ったりもします。なのでこれから私のポッドキャストでジャンルに分けて、例えば食べ物のオノマトペとか、何かそういう暑い日とか寒い日とか、気温に関するオノマトペとか、いろんなジャンルに分けて皆さんにわかりやすく紹介していきたいなって思ってます。今日の動画では、自分の心の中ですね、気持ちを表す、感情を表すためのオノマトペについて皆さんに紹介していきたいなと思います。で、もちろん今日紹介するオノマトペの他にも気持ちとか感情を表すようなオノマトペはたくさんあるんですけど、今日紹介するのはこのオノマトペ、本当によく私使ってるなとか、このオノマトペ使ってる日本人が多いなとか、そういうふうに本当に日常会話で使うもの、それを厳選して今日は紹介したいなと思うので、もしオノマトペについて勉強したい方は、今日の動画を最後まで一緒に見ていってもらえたらいいなと思います。では早速始めていくので、皆さんあんまり疲れない程度に一緒に頑張っていきましょう。ではまず最初に嬉しい時の気持ちからお話ししていきます。嬉しい時とか何か楽しみなことがある時の気持ちです。一週間後にサッカーの試合があるとか、一週間後にネットフリックスで新しいドラマが始まるとか、そういうふうに何か楽しみなことを表したい。そういう時はワクワクっていう言葉が一番使われるんじゃないかなと思います。例えば明日からずっと見たかった映画が始まるからすっごくワクワクしてるんだよねとか、明日友達と遊ぶからめっちゃワクワクするとか、そういうふうに楽しみなものに対して使うこと、楽しみな気持ちを表すために使うのがワクワクっていう言葉です。他にも嬉しい気持ちを表すときにウキウキするっていう言葉もあるんですけど、ウキウキっていうのは個人的には何か嬉しいことがあった後の気がするんですね。なんか例えばコンサートチケットが当たって今めっちゃウキウキしてるとか、そういう風に、なんて言うんだろう。なんか何かがあって嬉しい気持ちになった時、そういう時がウキウキかなっていう感じがします。でもね、皆さんこんな風に日本人でもウキウキとワクワクの違いがわからないっていうぐらい近いので、今全然わからないってなっても大丈夫です。心配しないでください。
でも正直、この2つ比べたら、ワクワクの方が断然使います。ウキウキはあんまり使わないかな。正直私はあんまり使ったことがないかなって思います。ワクワクは毎日使うんですけど、なので皆さんも楽しみなことがあるときは、ぜひぜひワクワクするっていう言葉を使ってみてくださいね。で、次は怒りです。怒り。怒ってる時ですね。怒ってる時は皆さんも聞いたことがある言葉だと思うんですけど、イライラですね。イライラ。例えばお兄ちゃんに私のケーキを食べられて、あ、これ私のだったのにってちょっと怒る時ありますよね。これがイライラです。なんかそんなにめっちゃ怒るわけじゃないけど、もう嫌な感じ、心の中で葛藤しているというか、お兄ちゃんに何か言いたくなるような時ですね。これがイライラです。英語だったら irritated とか frustrated とか、この2つがイライラに近いかなって思います。何かに不満を持ってる時ですね。なんでこんなことするのとか、なんでそんな言い方するのとか、何かに対して怒ってる時、これがイライラです。で、次は悲しい時の気持ちですね。で、実はあんまり悲しい時にオノマトペを使うことっていうのはないかなって思うんですね。個人的には。口に出して言うってことがあんまりなくて、ただただ悲しいとか寂しいとか形容詞を使って表現することが多いんですけど、でもどんな気持ちかを表したい時に使えるのはどんよりですね。どんより。どんよりっていうのは実は雲を表す時にも使うんですね。天気ですね。あ、今日曇りだなっていうのを、あ、今日なんかどんよりしてるなとか、そういう風に言うこともできます。で、皆さん雲をイメージしたらわかると思うんですけど、なんかグレーで暗い気持ちですよね。そういった雲のイメージを心にも当てはめて、どんよりっていうオノマトペを使います。で、最初にも言った通り、あんまり口に出して、声に出して、今日どんよりした気持ちなんだよねっていうことはないんですけど、でも例えば雨でピクニックが中止になっちゃった、バーベキューが中止になっちゃった、悲しいなっていう時の気持ちを、心の中で表すとしたら、どんよりっていう言葉を使います。で、悲しいじゃなくて、なんか悩みがある時ってありますよね。なんかストレスとかで悩んでいて、ちょっと心が苦しい時、こういうなんかぐちゃぐちゃな感じ、メッシーな感じを表すには、もやもやが一番いいかなって思います。もやもや。これはどんよりっていうオノマトペと違って、口に出すことも多いかなって思います。なんかもやもやしてるとか、今日はなんか朝からずっともやもやしててとか、そういうのを言うことは多いですね。ちょっとストレスが多い人か、悩み事がある、仕事とか、プライベートとか、何でも何か心の中が落ち着かない、頭の中とか心の中が整っていない感じですね。まっすぐ揃ってる感じじゃなくて、なんかいろいろ散らかってる感じ、ぐちゃぐちゃな感じ。ぐちゃぐちゃもオノマトペですね。ごめんなさい。ぐちゃぐちゃはバーってあること。なんかもういろんなところにあるもの。本当に日本語ってオノマトペがないと話せない。日本人にとってもめっちゃ難しいけど、ちょっとずつ頑張りましょうね。とにかくこの悩み事がある感じがもやもやです。もやもや。で、今話したどんよりもやもや、ちょっと悲しい感じのオノマトペがありますよね。でも、もし皆さんこの後にこういう気持ちを感じた後に美味しいものを食べたり楽しいことをしたらハッピーになりますよね。ネガティブだったものがポジティブになる。こういう時に使えるのがスッキリとかさっぱりです。なんか悩み事があったけど、今はもうすっきりしたとか、例えばウォーキングに行ったらなんか頭の中がさっぱりした。ちゃんとすっきりさっぱり考えれるようになった。もやもやが消え去ったイメージですね。こういうふうにもやもやぐちゃぐちゃしていたものが消えたとき、こういうときにすっきり
さっぱりを使えます。リフレッシュですね。リフレッシュしている気持ち、イコールすっきりさっぱりみたいに思っていてくれたらわかりやすいんじゃないかなと思います。で、次はドキドキです。ドキドキ。これは漫画とかアニメが好きな方だったら、きっと聞いたことがある方がとても多いと思うんですけど、ドキドキっていうのは胸の中ですね。胸の中の、ハートの中の、ハートって心臓ね。心臓の中の、あの、音がありますよね。こうみんな手を胸に当てたら、こう音が聞こえると思うんですけど、大きく2つ意味があります。で、1つ目は緊張です。緊張。例えばスピーチの前とかプレゼンの前とか何か緊張することってありますよね。そういう時って心臓がすっごく速くなる。心臓の音がドキ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 みたいに速くなると思うんです。これを表してるのがドキドキなんですね。緊張を表してる。なので、例えば、今日プレゼンがあるからめっちゃドキドキするとか、そういう風に緊張している気持ちを表すときに使います。で、二つ目。二つ目は恋愛ですね。恋愛。例えば好きな人とか恋人とか、そういう人に対して胸が速くなる瞬間というか、かっこいいなとか、かわいいなとか、好きだなとか思ったら、胸が速くなりますよね。あの時の気持ちがドキドキです。別に恋人とか好きな人じゃなくても、皆さんが好きなアイドルとか見たら、もしね、握手会とかめっちゃ近くで話すことができたりしたら、もう心臓が持たないですよね。あの時の気持ちがドキドキです。私はパクジフンっていう韓国の俳優さんが大好きなんですけど、もしその人と握手するってなったら、私はドキドキしますね。そういうのがドキドキです。で、これにちょっと似た表現があるんですけど、キュンキュンですね。キュンキュン。皆さん聞いたことありますかね？キュンキュンっていうのはドキドキよりもっとカジュアルな感じ、可愛らしい感じですね。ドキドキっていうのはやっぱり恋人とか好きな人とか本当に心臓のスピードが速くなる感じを表してるんですけど、キュンキュンっていうのはもっとカジュアルに使われるかなって思います。例えば少し面白いのが、日本人は犬とか猫に対してもキュンキュンするっていう言葉を使いますね。もう可愛すぎてキュンキュンするとか、他にも、私も IU さんっていう韓国のアーティストが大好きなんですけど、その人見たら可愛すぎてキュンキュンするとか、そういう風にドキドキよりももっとカジュアルに使われる、ちょっと心がときめく感じですね。キュンくらいの感じです。わかるかな？めっちゃ難しい説明が。とにかくドキドキほど大きい気持ちじゃなくても、なんかちょっとしたこと、可愛いな、キュンキュンするとか、かっこいい、キュンみたいな、その結構何でも使えるのがキュンキュンです。私もね、よく使います。恋愛とかじゃなくても全然使うことができるので、結構日本人は使ってるイメージが多いですね。めっちゃ可愛いですよね。個人的にキュンキュンって好きなオノマトペの一つなんですけど、みんなも好きですかね？で、次は、そわそわです。そわそわ。これはさっき言った緊張の方のドキドキに近いんですけど、なんか緊張しながらドキドキした気持ちのままプレゼンとかスピーチを始めたら落ち着かないですよね。例えば私は緊張してドキドキしたら髪を触ったり、こう手をマッサージしたりする癖があるんですけど、落ち着いてないですよね。何かしてる。動いてる。これをそわそわって言います。なので私は結構家族にそんなにそわそわせずに、緊張せずに、シャキッとしっかりしなさいって言われることが多いんですけど、結構私はそわそわしがちですね。電車の中とか、ちょっと気まずいなみたいな雰囲気の時、そういう時って体が落ち着かない、じっとしてられないこと。
なんかとにかく動いたり触ったりしたくなる。これがそわそわの感じですね。なので、ドキドキしてるときは緊張して落ち着かなくなるからそわそわした行動をしてしまう。こういうのが緊張を表すオノマトペかなって思います。どうですかね？ちょっと難しいですね。あともう一つだけ説明して終わりにしますね。最後はハラハラです。ハラハラ。これはすごく面白い言葉で私も好きなんですけど、よく使われるのは映画とかドラマの感想ですね。ちょっと皆さん想像しながら聞いてみてくださいね。例えば、あのアクションシーンめっちゃハラハラしたとか、ミッションインポッシブルってすっごくハラハラする映画だよねとか、こんな風に使います。これはスリルを感じてるとき、トム・クルーズ大丈夫かなとか、やばい、死んじゃうみたいな、そういう風にもう息をするのを忘れてしまうくらい、なんかアクションシーンとかスリラーの映画ってそういう風に感じることが多いですよね。もうなんか映画とかドラマって作り物のはずなのに自分も入り込んでしまって自分も同じような臨場感、まるでそこにいるような気持ちを表す。この気持ちを表すことができるのがハラハラです。ハラハラ。あの映画めっちゃハラハラした。あのシーンめっちゃハラハラした。そういう風に使うことが多いんじゃないかなと思います。私はね、映画の大ファンなので、そういう風に使うことが多くて、皆さんにも紹介したくて、最後に入れてみたんですけど、どうですかね。もし皆さんもアクションの映画とか、スリルがある映画とか好きな方がいたら、そういうシーンがあった時に、めっちゃハラハラしたとか言ってみたら、結構ね、記憶に残りやすいので、ぜひぜひそんな風に使いながら覚えていってくださいね。では皆さん、今日はこんな感じで、私が本当によく使う、そして私が実際によく聞くオノマトペ、気持ちや感情を表すオノマトペについてお話ししてみました。で、皆さん、私の動画を見ても思った通り、本当に日本人にとってもオノマトペは難しい。自分自身どういう時に使ってるのかとか、はっきりわかるものでもないし、そして頭の中で混ざってしまうこともあるし、でも、オノマトペがなかったら生きていけない。そんなくらい日本人にとっても難しいけど大切なものなので、本当にね、少しずつで大丈夫だから、私と一緒にこれからたくさん覚えていってもらえたらいいなと思います。まずはね、今日紹介したものを覚えてくれると嬉しいです。そして今度ね、まだ先になるけど、たくさん食べ物、クッキーとか餅とか、そういうのを持ってきて、皆さんに見せながら食べ物のオノマトペも紹介したいなって思ってるので、楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。